井出義香と言います。陶磁器の家職になります。ここに来たのは27歳でしたね。で、今僕56なので35年くらいかかりますね。もともとはデザイナーを志望だったんですね。高校が有田工業高校学校というところでデザイン科を出たんですけど、そちらの方に興味がありまして、広告デザインなんかのですね、一般系統だとイラストっぽいそういった簡単なものをですね起こせたらなという気持ちもあったので、そこで就職先を探したりとかしていたんですけれども、縁があってですね、焼き物の陶磁器さんが絵付け師さんを探していらっしゃったので、学校を通してそこに紹介されていったんです。そこはもともとは一つの工房として作られていたので、いろんなタイプのですね実験も兼ねてやらせていただきました。一から基本的なことはそこで全て教えていただいたんですね。古銭窯のきっかけは焼き物の絵の世界でもいろんな様式があるということを本を読みながら資料を読みながら見てると、ちょっとした憧れに伝統工芸品というのをちょっと見てみたくてですね、で自分なりにデータを集めているうちに知り合いが古銭窯っていうところに行ってみないかと、そこでやったらば君が書き立たそうなものを書かせてくれるんじゃないかっていうことがあってですね、でここに来ましたらば本当に美術工芸品ですね、この会社もそういったものをやっていらっしゃったので、ちょっと興味が湧いてここに来た感じです。無償に大きいものが作りたくてしょうがなくなっていた気持ちもあります。一度ここに入ってきた当初に模写をさせていただいたんです。必ず完璧なトレースをしてくれと、それがすごく勉強になりました。焼き物の仕事についてまだ5年くらい5年か7年ぐらいだったかな、それくらいのまだ若手の方だったんです。で私の方にはそういったじっくりと腰を据えて絵を描かせてくれる時間があったので、それでその時間を使って模写をしまくりました。でここの会社の社長様のお父様とかですね、絵を描かれていたので、俺の仕事をまずやってみなさいと、これをそっくり写せるようになったらば君にも大きい壺を描かせてあげるとか言われてたので、だったらばやってみようと。これはもう本当に試されてると思ってですね、そこでチャレンジしてきて10年かかりましたね。10年間ここの古銭窯に勤めて、ようやくフリーハンドでコンパスを使わずに丸を描くんですね。これが描けるようになってくるんです。初めのうち筆を持って絵の具を筆で取ってですね、焼き物の生地に描くんですけども、水分に取られて筆が回らないんです。ちょっとガサガサと引っかかったりとか、途中で切れていったりとか、どんなに丸を描いても丸くならないし、いびつな絵になったりとかしますんですけど、10年経ったら自分でもふっと一息呼吸をするようにふるっと描けるようになってくる。これが捕まえてくると大概のですね筆の扱いが自由に描けるようになってくるんですね。それを見つけてしまえば、あとはもういろんな線の方に応用が効くようになってくるんだと思います。自分も何度か献上する兵士は作ってきたんですけど、全ては自分が得意としていた植物画だったりとかだけを今まではやっていたんですね。主にそういったものばかりでやってたんですけど、今回は少しよりお城らしさを出すために、お城の建造物の構造物を衣装に取り入れようと思ってですね、そこですごい挑戦はしましたね。はい。
今回依頼を受けた時は本当大阪についてのいろんな本を読んだりとかですね、ネットで検索してそこの大阪市のイベントだとかを調べていたら、大阪市にある藤棚ですね、あれをこれも取り入れたらちょうど季節的にあれは四季の花だったのでちょうど初夏で使えるかなと思ったりとか、御堂筋にですねあそこですごいイチョウの並木があるということを知ったので、これもまた入れておけばすごく大阪の方もそこを思い出していただけるのかとか、いろいろと考えたりはしたんですが、これから先ですね、こういうアイデアのつなぎ方があるんだよっていうことをですね伝えていくようなものを資料も残していこうかなということは考えているんですけど、あとはもう後輩とかですねとかにつなげていけたらいいのかなとは思うんですけど、到達点を一つ示しておけばそこをどうやって作っていくんだろうっていうやっぱり謎がですね僕もあったので、必ず考えてくれる人が育ってくれるだろうと思うんですけど、そこをちょっと期待しながら、あとはもうそこをそういった方々がもう本当に興味持ってくれる方がいれば引き上げて教えて伝えていくと、誰かのヒントになって残ってくれれば本当にそれが本望ですけど、必ずどっかで影響し合っていってるんですよね。本当に偶然見かけたようなものでもどこかに頭の隅に残っているので、それが真似事ではないんですけど、こういう考え方もあるんだなという考え方を学んでいただく、学ばせていただいて、そういったものをずっと作品の方にですね自分の中で多分落とし込んでいって、でそれで復元させていくと、それがまたすごいみんなが「うわすごいなんだこれ」みたいなですね驚きになって出てくれれば、それがまた人の感動になってつながっていくのではなと思ったりしてます。